ここが好きだよ日本人へようこそ。日本の食文化に欠かせないお酒。日本のお酒は麦や米、さつまいもなどさまざまな原料から作られます。日本酒や焼酎などは日本独自のお酒としてさまざまな飲み方で愛されているのです。日本が世界に誇るお酒の中には海外で生まれ、日本で独自に進化を遂げたものもあります。そのお酒のルーツとなる国の人をもうならせた日本のお酒とは一体どういったものなのでしょうか。こんにちは。僕はブライアン。エジンバラ出身の37歳さ。エジンバラはスコットランドの首都。スコットランドと聞いてどこの国かわからないという人のために説明するよ。スコットランドはイギリスの北部の地方のことを指すんだ。スコットランドの人は自分たちの地域に誇りを持っていて、イギリスから独立しようという動きが盛んになったこともあるよ。イギリスの首都はイングランドにあるロンドンだけど、スコットランドも独自に首都を持っているんだ。それが僕の出身地エジンバラ。スコットランドにはイギリスとはまた違った文化が育まれているよ。有名なのはバグパイプ。厳密にはグレートハイランドバグパイプって言うんだけど、スカートを履いた男の人が演奏しているのを見たことがある人は多いだろうね。このスカートもスコットランドの民族衣装なんだ。正しくはキルトといってタータンチェックの布地を用いた衣装だね。スコットランド出身の著名な映画俳優であるショーン・コネリーも式典でキルトを着用しているよ。スコットランドには独自の食文化もあるよ。中でも海外の人が驚くのはハギス。羊の内臓のひき肉に香辛料などを混ぜて羊の胃袋に詰めて湯がいた料理さ。この料理に関する逸話も面白いね。野生のハギスなるものが存在するらしいんだ。スコットランドの高原地帯に生息する毛の生えた生き物で、こいつがハギスの原材料であるとされているよ。もう一つ衝撃的なのはブラックプディング。豚の血と脂身、オートミールやニンニクを詰めて作ったソーセージさ。名前の通り黒いのだけど、これは豚の血を使っているから。ハギスと並んで朝食に欠かせない食べ物だね。あとスコットランドの古典的な主食といえばポリッジ。大紬のお粥だね。スコットランドではこのお粥に塩やウイスキーを少量加えて食べるよ。ここまでの話でスコットランドの食事に魅力を感じない人も多いと思う。だから海外の人でも親しみやすい料理も紹介するよ。それはショートブレッド。残ったパン生地をオーブンで乾燥させて作るビスケットパンから派生した料理なんだ。酵母の代わりにバターを加えて作るから、ミルキーな香りと強い甘みが楽しめるよ。バノックというオートミールで作ったパンも人気だね。こういったパンの仲間は受け入れやすいんじゃないかな。こういったスコットランドのグルメに合わせたいのがお酒。スコットランドは世界屈指のウイスキー生産地なんだ。ウイスキーは発酵によって得たアルコールを蒸留して樽で熟成させることで作られているね。そんなウイスキーは製法によって種類分けされているよ。まずは材料。モルトウイスキーが大麦麦芽のみを発酵させるのに対して、グレーンウイスキーは大麦麦芽だけでなくトウモロコシや小麦が原料として加えられるんだ。モルトウイスキーは大麦由来の香りを楽しむものなどだけど、グレーンウイスキーは香りが薄いから他のウイスキーとブレンドするために用意されるんだ。ウイスキーは混ぜて販売されることも多いね。ブレンデッドウイスキーといって混ぜることで品質を一定に保ち、安価に販売することができるんだ。混ぜない場合もあるよ。モルトウイスキーはシングルモルトといって
単体で販売されることもあるんだ。さらに生産地によって味わいの特徴が変わるね。中でも個性的なのがアイラウイスキー。アイラ島という小さな島で作られているウイスキーなんだ。うがい薬のような癖のある香りで高い人気を集めているね。この香りはピート香といって材料である大麦を乾燥させるために炊くピートに由来する香りなんだ。ピートは海藻や苔が分解されずに蓄積した泥炭なんだけど、これを燃やすと強烈な磯の香りがするんだ。そんな磯臭いアイラウイスキーは牡蠣などの海鮮とともに楽しまれているね。最近海外のある国が作るウイスキーの広告を目にしたんだ。それは日本のウイスキー。初めて日本にウイスキーが存在することを知った時は驚いたよ。日本のお酒といえば日本酒や焼酎のイメージが強いからね。アジア人はアルコールに弱いらしいからウイスキーのような強いお酒は好まれないと思っていたんだ。けれども日本でもウイスキーが愛されているそうなんだ。世界のウイスキー名産地について調べてみると、スコッチやアイリッシュ、アメリカン、カナディアンに並んでジャパニーズウイスキーが記載されていたよ。スコッチやアイリッシュは僕もよく知っているし、アメリカのバーボンなんかは有名だね。でもスコッチ愛好家の僕は海外のウイスキーのことをよく知らないんだ。正直スモーキーなスコッチ以外は邪道だと思っていたからね。日本人もきっと味の薄いウイスキーをありがたがってるんだろうと邪推してしまったよ。本物のウイスキーを知らない日本人に味わい方がわかるのか疑問に思って調べてみたよ。日本ではハイボールといってウイスキーを氷と炭酸水で割って飲む方法がよく取られるそうなんだ。場合によってはレモン果汁を加えるらしい。これには呆れたよ。スコットランドではウイスキーをストレートで飲むのが王道なんだ。ウイスキーをテイスティングするときに同量の水で2倍希釈して飲むこともあるけどね。たくさんの炭酸水で割ったら味がわからないだろう。きっと日本人は酔っ払うためだけにウイスキーを飲んでるんだろうと思ったよ。ウイスキーは味と香りを楽しむものなんだ。ウイスキーの真髄を分かってないやつが製造していいものじゃないと憤りを覚えたね。でもそんな彼らのために作られたウイスキーが世界で高い評価を受けている理由について気になったんだ。そこで日本のウイスキーを取り寄せることにしたよ。ウイスキーが届くまでの間、日本のウイスキーについてさらに詳しく調べたよ。日本でウイスキーが作られ始めたのは明治時代末期、日本が近代化していた頃だね。竹鶴正隆という人がスコットランドへウイスキー製造を学びに来たそうだ。彼は2冊のノートにウイスキー製造の全貌をまとめたらしい。そして帰国後にウイスキーの製造を始めたんだ。紙とペンだけでウイスキーの製法を学ぶなんてウイスキー作りをなめているね。当然その製法で作られた当時のウイスキーの評判はお世辞にも良くはなかった。日本人はスコッチ特有のスモーキーな香りを嫌ったそうだ。分かってないね。そんなわけで今日の日本のウイスキーはスモーキーな香りが薄いそうなんだ。さらにウイスキーは日本の食文化に合わせて進化していったらしい。日本人は食事中にお酒を飲むのが好きなんだ。だから食後酒であるストレートのウイスキーよりも希釈したハイボールの方が好まれる。それを踏まえて希釈しても個性が失われないように作られたのが今のジャパニーズウイスキーなんだそう。そうやって調べ物をしているうちに例の品が届いたんだ。取り寄せたジャパニーズウイスキーさ。日本を代表する2つのブランドのウイスキーを買ったのさ。
まずはサントリー。白州12年を飲んでみたんだ。はじめはスモーキーな香りが薄いスコッチのバッタモンだと思っていたんだ。でも飲んでみてその先入観は間違いだったということに気づかされたよ。ウイスキー特有のキャラメルのような味わいだけでなく、爽やかな香りがするんだ。スモーキーさがなくてもこれだけ飲み応えのあるウイスキーが作れることに驚いたよ。せっかくだから日本人が好むハイボールもやってみたんだ。もともとさっぱりした味のウイスキーだから炭酸が合わさることで爽やかさが生きてたね。確かに食事に合わせたいお酒だと思ったよ。次に同じくサントリーの山崎12年も飲んでみたよ。樽由来の甘みとスパイシーな香りが合わさって複雑な味わいだったね。こちらはストレートで飲みたいお酒だったよ。次に日課のウイスキーも飲んでみることにしたよ。日課は戦術の竹鶴正隆がサントリーから独立した後に立ち上げた会社なんだ。まずは余市のシングルカスク10年を飲んだよ。スコッチ好きでも抵抗なく飲めるスモーキーな香りが特徴的だったね。このスコッチのような味というのも創業者である竹鶴のこだわりなんだそう。余市は北海道の町なんだけど、気候がスコットランドに近いそうなんだ。さらに北海道ではビートがよく取れるらしい。こういった気候などの土地の条件をスコットランドに寄せることで良いウイスキーを作るというのが日課のやり方なんだそう。サントリーとはまた違ったこだわりが見られて面白いね。さらにブレンデッドウイスキーも飲んだよ。フロムザバレルという銘柄のお酒なんだけどね。まずボトルのデザインがおしゃれなんだ。可愛らしい四角いボトルにお酒が入っているんだ。でもアルコール濃度は 50% を超えるんだ。可愛くないだろう。一度ストレートで飲んでみたんだけど風味が強烈だったね。メーカーおすすめの飲み方であるハイボールにして飲むとバランスが良かったよ。ハイボールを愛する日本人のためのお酒だね。今回の試飲で日本のメーカーは本気で世界に通用するウイスキーを作っていることが分かった。スコットランドの方法を模倣するだけでなく独自のスタイルを開拓していったことで今のジャパニーズウイスキーはあるんだ。日本人のハイレベルな創意工夫を侮っちゃいけないよ。世界の主なウイスキー産地の一つとして数え上げられる日本。日本におけるウイスキーの歴史は他の生産国に比べて浅く、近代に入ってからもしばらくは輸入に頼っていました。当時輸入品のウイスキーには関税がかかっており高価だったため、庶民はアルコールに香辛料を加えたウイスキーの模造品を飲んでいたそうです。明治末期から大正にかけて酒造会社の中で国産ウイスキーを作ろうという動きが高まりました。その中でウイスキーの製法を本場から学ぶために騎士の竹鶴正隆がスコットランドに派遣されました。彼は大学ノート2冊にウイスキー製造のノウハウをすべて要約。竹鶴ノートとも呼ばれるこのたった2冊のノートをもとに日本のウイスキーの歴史は始まったのです。その後サントリーの前身である寿屋に雇われた竹鶴は本場で学んだノウハウを生かして初の国産ウイスキーである白札を商品化しました。白札はそのスモーキーな香りゆえに不評でした。しかし改良を重ねて後に発表した角瓶は高い評価を受けました。サントリーはその後も日本人の食文化に合わせたマーケティングを行っています。その最たる例が日本橋作戦。これは和食にウイスキーを合わせるという飲み方を宣伝する作戦です。これを機に寿司屋などさまざまな和食の店で
サントリーのウイスキーが置かれるようになりました。こうした日本を意識した商品開発を行うサントリーとは対照的なメーカーがあります。それは日課。戦術の竹鶴が寿屋を退職後に立ち上げた大日本果汁を前身とする会社です。竹鶴は本場スコットランドの方法を忠実に再現することにこだわりを持っていました。そのためスコットランドに気候条件が近くピートが取れる北海道でウイスキーの製造を始めたのです。日課のウイスキーはスモーキーな香りが特徴。たとえ日本向けビジネスであっても本場のやり方を曲げない熱い職人魂が感じられますね。こんな風にウイスキー一つとってもメーカーごとにこだわりを感じられるのが面白いところ。お酒が好きな方はジャパニーズウイスキーを飲み比べてみてはいかがでしょうか。味わうことでわかるこだわりもあるでしょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。